1963年に名誉ある IF デザイン賞を受賞したデンマークバング&オルフセン初のデザイナーハイファイシステム用環球式レシーバーダージェント609系。1960年代初頭、ハイファイへの憧れが富裕層から一般へと広がる。レコードや FM のステレオ化、テレビの急激な普及、それに対応するため多機能で異彩を放つ環球式レシーバーを開発。名前のダージェントとはオーケストラの指揮者を意味するデンマーク語。デザインは著名デザイナーイブ・ファビアンセン。FM チューナー搭載の環球式レシーバーで当時としてはコンパクトで画期的に薄いデザイン。デンマークから到着したままなので、まず真空管の状態を確認するため番号をつけ、秋葉原のラジオデパート2階の真空管長谷川へ向かう。真空管をチェックしていただき、不良品や使用限界に近いものを交換し購入しようと思う。はい、じゃあちょっと拝見しますね。はい。これは機械にもともと入ってたんですか？と思うんですけど、いい玉入ってますね。海外の人は。そうですか。でもいい玉入ってますね。どれもフィリップス、オランダフィリップス製ですね。これ今動かなくなっちゃったんですか？調子悪い？そうじゃなくて、来たままなんで、はい。まあどんなもんかなっていうか、わかりましたわかりました。大丈夫です。はい。すごく元気ですこれ。全然多分これが一番パワー感ですので、寿命がこの中では要チェックなんですけど、これオリジナルのですかね。これミニワットなんでオランダフィリップスのもの。ただフィリップスはどうだろうな、この型番を作ったかどうかちょっと私もあれなんですけど、 B&O はオリジナルが B&Oフィリップスミニワットが多いんですよ、すごく。もともとがそうなんですね。だったらそのままなんだとしたらいいかもしれませんね、これね。これが83ですね。大丈夫です。これもいいですね。お店はオーディオ用ヴィンテージ真空管専門なので、環球式チューナー関連の玉は測定してもらうが、お店で扱っていない玉は別途探さなくてはならない。同じでした。ちょっとこれ表示管なんでちょっとこれがテストできないんですが、それ以外のものはこのまま使ってますね。大丈夫だと思いますよ。大丈夫ですか？で、オリジナルに近いと思うんですけど。そうですね。おそらくですね、多分これ実は3本同じ番号なんですよ。で、2つがミニマット、1つがこれ ECG フィリップス、ちょっと新しい軍用のアメリカの弾が入ってますので、多分これ1本が変えられてるんじゃないですかね。多分これ同じオリジナルは多分このミニマットが3本入ってたんじゃないかと思うんですけど、もともとのデンマークのオーナーが1本差し替えたでしょうね。多分これが不良になったか何かで変え、そんな感じがしますけどね。いいと思うんですよ、どれも。とりあえず大丈夫でした。はい。わかりました。あとこのパワー管なんですけども、これってなんか互換用の新しいとか他のものってあるんですか？これそうですね。日本とアメリカの呼び名だと 6B95 ってやつ、これすごくポピュラーなやつです。6B95 です。6B95 です。これはたくさんあります。ち
ちょっと小型の中国のアンプとかもたくさん使われてますので、これはもうすごく選んで買えますね今でも。大丈夫ですけど、同じものっていうとなかなかなくてあってもすごく高いんですけどね、これヴィンテージのものなんで、ミニワットのはもう手に入らないっていう、なかなか厳しいかもしれませんね。そうでなければ全然まだ入りますね、大丈夫です。どれも入手こんなすごく難しいやつは入ってないと思いますよ。この表示感以外はこれはちょっと難しいかもしれません。表示感は光るやつですので、なかなかこれテスターではテストできない。これちょっと今でこれできないんですよ。でもこれ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 なんだろう、中国っぽいやつが入ってるんですけど。そうですか。それも交換されているわけですね、当然ながら。のかもしれませんね。同等間でオリジナルが多分ダメだったので、これが合うということで入ってたのかもしれませんね。そうですね、多分ですね、昔のオリジナルのヨーロッパの同じようなものが入ってたはずです。ただそれがないので、多分同等でいっぱい出てるので 6E2 というやつですね。これなんか いっぱい売ってますよ、中国製で。わかりました。はい。どうもありがとうございます。はい。とりあえずじゃあそれを抜いては全然問題はない。全然大丈夫です。とりあえずなんか変えた方がいいっていうのも大丈夫でした。大丈夫でした。大丈夫です。大丈夫です。結果的にチューニング表示感以外は問題ないようだ。大丈夫ですよ。これで何かあれば真空管以外の問題なのでメンテナンス対応が楽になる長谷川さんには感謝である。このアンプのトランスはオルトフォンの MC トランスで有名なデンマーク JS 製が採用されている出力トランス、電源トランス、このアンプの特徴は当時としては画期的にコンパクトで薄いデザイン。当時のステレオラジオやアンプと大きさを比べてみる。ステレオラジオのマスターデラックス608、ハイファイステレオアンプ610、薄くするためには真空管の放熱対策が必要となる。そのために民生機としては珍しく鉄製のボンネットが採用されている。デザイナーのイブ・ファビアンセンは B&O として初の外部デザイナー。50年代後半から数多くの B&O の作品を手掛けている。また木製スタンド照明でも名を馳せている。木製の部材を使ったまさに美しく実用的作品。このレシーバーも木製の枠をデザインの一部としてキャビネットに採用。ローズウッドまたはチークの木材を贅沢に採用。アンプに気品を加え薄さを強調しエレガントさを際立たせている。1963年に IF デザイン賞を受賞。一般家庭にテレビが普及したのに合わせて設計されたこのアンプは今でいう AV アンプ的要素があり、つないだレコード、FM、テープまたはテレビの音声を相互接続させ、テレビのスピーカーからも音が出せる。もちろんこのテレビの音もこのアンプ経由で出せる。家庭内での音情を重視したコンセプト設計なので、特別な付加機能としてモノラルのテレビ音声などに外付けのスプリングリバーブをつなぎ、ギー音情を生成させる追加機能がある。中には長いスプリングが2本入っている。ギー音情を生成するスプリングリバーブだが別売りの接続機器だったので現存数が少ない希少品でもある。専用の端子につないで使用するため単独使用はできない。また当時の最高級クラスのステレオラジオの一部にも接続端子がついている。
リバーブレベルはアンプで調整する。翌年には後継機の610が発表される。ヨーロッパ仕様はバンドマスターとの名になっている。変更されたのは FM 帯域が100から108メガへと交代域化。FM 選曲表示用ルーラーが取り付けられ、つまみも変更されている。この製品後はトランジスタ化が急速に始まる。真空管時代の終焉に生まれた名作であった。